注意。この動画の内容は諸説あります。私の言っていることは絶対ではございません。また、中国獅子舞の解説動画#1から#10の視聴を強く勧めます。それでも問題ない方は最後までお楽しみください。すべてには始まりと終わりがございます。当たり前のことですが、物は使い始めるといつかは壊れます。中国獅子舞の獅子頭も使い続けると壊れます。壊れた場合、再度使えるように修理します。しかし、修理できないほど壊れた場合、その獅子は使えなくなります。使えなくなった後、その獅子はどうするのか。また、獅子頭が最初に来た時何をするのか。今回は中国獅子舞の始まりと終わりを題材に動画を進めていきます。この動画にご興味をいただいたら、高評価、チャンネル登録、コメントのほどよろしくお願いいたします。私、ショーの励みになります。では本編へ行きましょう。中国獅子舞の始まり、開關。中国獅子舞の始まりは開關または点睛という儀式から始まります。これは獅子に魂を入れる入魂する儀式でございます。中国で獅子は神を宿した聖獣とされており、獅子頭が職人によって作成された後、必ず魂を入れる儀式を行い、初めて踊り手は獅子頭を持って舞うことができます。香港やマレーシアなどでは建物の落成式や開店祝いなどのお祝いの場ですることが多いです。流派によって変わりますが、魂を入れるとき用意するものがございます。筆、生姜、朱砂、米酒、花本、クジャクの羽でございます。多いね。しかし、これらすべて必要なものでございます。一つずつ紹介していきましょう。筆は習字などで使う筆を使います。新しいものを使います。生姜は新生姜ではなく生姜を使います。使う理由としては、生姜は噛めばピリリと辛く、しかし食べると体を温かくしてくれます。先輩方の教えやアドバイスは辛口の意見などもありますが、その人のために思って言っている温かいアドバイスであるという意味があり、生姜を使っております。朱砂とは新砂という鉱物を粉状にしたものでございます。生姜の真ん中をくり抜き、そこに朱砂と米酒を入れ、開関をします。ちなみに昔はくり抜いたところに鶏の血を入れ、開関をしていたそうです。米酒は米のお酒でございます。日本酒も使いますよ。花本は獅子の角に結びつけるものでございます。クジャクの羽は花本と角の間に挟むものでございます。なぜ開関という儀式をするのか。それは獅子はもともと玉皇大帝の守護神であり、聖獣でございました。ひょんなことから一頭の獅子が天界から人間界に落ちてしまいました。人間界に落ちた獅子は霊性、霊魂を失い、人間界で暴れ回ります。そのことが玉皇大帝の耳に入り、貧乏の歯でできたうちわを持ち、赤色の帯をした最高というお坊さんの神様を人間界に使わせ、獅子を連れまとすよう命令しました。最高は天界から人間界に降り、獅子を見つけ、自分の帯をほどきます。彼の帯は法力を持っており、帯が獅子の角に結びつくと、獅子は動けなくなりました。そして最高は法力を持ったうちわの枝を一本折り、その枝で鏡、目、耳、鼻、口、角、そして全身に法力を注ぎ、角と帯の間に挟み、獅子を手なずけ天界に帰ったというお話があります。つまり花本と
クジャクの羽をしているのは人間界で獅子が暴れないため、また迷惑をかけないようにするためでございます。獅子の角にファーホンが結ばれているということは、この獅子は暴れないし、ちゃんとその団体が管理していますよという意味になるわけですね。簡単に言ったら犬の首輪と一緒です。以上が開館で用意するものでございます。さて、開館をする際、誰でもしていいわけではございません。筆を取っていいのは獅子頭を出資した方、企業の偉い方、団体の偉い方など立場が上の方でございます。口诀という祝詞みたいなものを唱えながら開館をします。口诀は流派によって違い、いろんな流派の先生方が先導しながら唱えます。鏡、目、耳、鼻、口、角、背中、左足前後、右足前後の順にツーサーをつけた筆で点を打ちます。点を打ち終わると、その獅子に魂が入ったということになります。以上が中国獅子舞の始まり、開館でございました。中国獅子舞の終わり、閉館。中国獅子舞の終わりは閉館という儀式で終わります。これは獅子を天に返す儀式でございます。簡単に言いますと、獅子のお葬式です。香港やマレーシアなどで獅子舞は舞われているわけでございますが、海外でも国内でも獅子頭は消耗品でございます。使っていればいつかは壊れます。壊れても直して使うこともできますが、修理できないほど壊れた場合、心苦しいですが破棄しないといけません。壊れたからゴミ箱へポイというわけにはいきません。大切に使ってきた獅子頭でございます。大切に使ってきたからこそ供養しないといけません。場所は寺や廟などの神聖な場所が好ましいです。流派によっては違いますが、獅子に布をかぶせ、閉館の儀式が始まります。神様に挨拶し、神様に送る挨拶の言葉を神様に送り、いろいろして、そして獅子頭を燃やします。燃やす際、必要なものがございます。金紙、銀紙でございます。金銀紙とは、金銭を模した紙でございます。これはメイドで使うお金で、先祖の方が天国にいても裕福でありますようにと願いながら燃やす紙でございます。その紙と一緒にそのままの形で燃やします。燃やしきると獅子が天に帰ったという証拠でございます。以上が中国獅子舞の終わり、閉館でございました。後書き。皆様、今回の動画はいかがだったでしょうか？中国獅子舞の始まりと終わりの話でございました。開館と閉館はセットでございます。開館をしたら閉館をしなければいけません。魂を入れたら魂が帰るまで責任を持って使用する。それが獅子に対する敬意ではないでしょうか。という感じで今回の動画はここまで。今回使われた写真などの画像の URL は概要欄に載っております。ぜひ確認のほどよろしくお願いいたします。そして面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントのほどよろしくお願いいたします。バイバイ。